Mission failed. 皆さんこんにちは。おゆきチャンネルのおゆきと申します。間もなく新しいイベント、統合戦略、なのですが、今までのないシステムに不安を感じるドクターもいると思います。この動画では3つのパートに分けてアドバイスをさせていただきます。育成しておいた方がいいオペレーター、間に合わないよと思った方々、心配いりません。統合戦略のシステム上、厳しい希望のやり取りをするため、今までのような高レア度に頼る戦法は通用しなくなります。言い換えれば、低レア度のオペレーターの出番は少なくありません。特に1から2階層では、低レアの連動は攻略の成功率と大きく関わっています。低レアの育成資源は少なく、ごくわずかのリソースで十分な連動に引き上げられます。事前に育てておいた方がいいオペレーターを見ていきましょう。以下の評価基準は統合戦略のシステムに合致することを意識しており、総合的な強さではないことをあらかじめご了承ください。星3。星3の希望消費は0です。貴重な希望を高レアの招集、昇進に温存するため、前期では彼らが主戦力となります。以下のメンバーは全員育てて損になりません。昇進1、レベル55、スキルレベル4で十分に活躍します。スポット。ブロック3で治療もできる、頼りになる盾役。アンセル。治療に咲く希望が少ない中、終盤までアンセル1人ってことすらあり得る。ハイビスでも代用可能。クルース。昇進1の段階で星4といい勝負になる火力役。とりあえずドローン処理は安心。スチュワード。重装甲処理のプロ。優先攻撃の素質で攻撃も無駄にならない。フェン。コスト制限マップがあります。ブロック2とそこそこの耐久力。いるといないと全然違う。星4。開始時、連度マックスの星4をシステムが1人くれます。普段使わないオペレーターに新しい可能性を感じることもあるでしょう。自前で用意する場合、2人までとしましょう。以下では、昇進1の段階でも十分に活躍してくれるメンバーです。J。低装甲相手に驚異的な回復力。コスト制限マップが少ないのも追い風。カッター。火力面では高レアに負けない。ポデンコ。治療、遅延、能力封じ。ステージごとに異なる役割を担える。メイ。悪くない火力と長時間遅延効果。お宝をドロップしてくれるレア敵のカモやクマ狩りに活躍。星5。希望のやり取り上、残念なことにかなりの実力者でないと星6に出番が奪われます。そういった実力者は普段すでに育成が進んでいることを考えて、以下は特に統合戦略で輝くメンバーを紹介します。シーン。召喚が1人いるだけで3階層までの道のりはかなり楽になる。メイヤー。シーンと同じく2人とも昇進1レベル70、スキルレベル7で十分。ファイヤーウォッチ。4階層以後に多くなるギミックステージへの対処。星6。紹介シリーズでおなじみの能力指標図で言うと、汎用性は統合戦略において非常に重要です。攻略法次第ではありますが、以下は特に評判がいいメンバーを紹介します。自前の育成状況と合わせてスキル特化を検討していきましょう。ソーンズ。ほとんどのステージで活躍する。エクシア。雑魚の天敵。お宝のバフでエリートやボスすら雑魚化する。エイヤフィアドラ。常時火力の S2、ラッシュ処理の S3 を自由に切り替えられる。シルバーアッシュ。安定な新銀山。特定ステージでは S にも輝く。ロサ。狙撃特化の戦術分隊限定だが、早期に S3 の瞬間火力と高速効果が出せるのは大きい。ゲームシステム。試行錯誤を繰り返し、あらゆる可能性から運と実力で一番の攻略法を見つけることこそローグライクの醍醐味です。以下は成功率を少しでも上げたい方へのアドバイスに過ぎません。戦術分隊に関して、統合戦略ではいかに自分のパーティーを強くし、対応力を広めることが攻略の鍵です。ステージのルート分岐やお宝のドロップは運要素なのに対し、プレイヤー側が確実に手配できるのは希望のやり取りです。そのため、特定の職業を入手する時点で、昇進2がアンロックされる分隊効果はシンプルで強い。パーティーの強化のみではなく、浮いた希望を他の職業に割き、総合的な対応力を上げられる点も大きい。
その中でもガードやスナイパー強化の突撃戦術分隊と遠隔戦術分隊は安定します。チームに関して、分隊効果に沿った人選でチームを組むのは言うまでもありません。該当職業がない場合、前述した低レアメンバーを中心にパーティーの対応力を上げましょう。優先度で言えば、火力、ブロック、医療、コストの順で大体合っていますが、場数を踏んでいけばおのずと分かっていくでしょう。ルートの選択に関して、戦闘では経験値が入り、指揮レベルが上がります。配置枠や希望に直結するため、通常ステージの戦闘は避けないようにしましょう。一方、強化ステージはより経験値が入るが、失敗するリスクも高いです。手元の戦闘力でクリア可能かどうかを見極めて挑みましょう。資源の取捨選択に関して、耐久値は0になるとゲーム終了となりますが、逆に0にならない限り一番役に立たない資源です。保険として少しはキープしたいが、ボスを素通りさせる戦法でもない限り、温存せずにどんどん交換に使いましょう。参考までに3階層ボスが青マスに入ると、2から5が消費され、5、6階層ボスは30が持っていかれます。原石水はミニイベントとショップでしか消化できません。残りステージに消化ポイントがなければ、惜しまずに最後のショップとかで大盤振る舞いしましょう。希望は、特定のお宝を手に入れない限り常に不足しています。チャンスがあればいつでも交換しましょう。お宝に関して、統合戦略のお宝効果はとても強力で、パーティーの性能を根本から変えられます。だが、一通りの攻略で手に入るお宝の数は限られています。その上限値を決めるのは、ステージドロップを決められる回数。いわゆるレア的のカモ狩りとクマ狩りです。耐久値に影響がないとはいえ、できるだけ決めちゃいましょう。カモとクマは階層ごとにステータスが強化されます。後期のパーティーでは比較的簡単に狩れますが、初期では難しい。ポイントとして、カモは瞬間火力と高速。クマは術ダメージとゾンビアタックと覚えましょう。攻略全体について。まずは攻略動画に関してです。統合戦略では毎回ステージとルートが変わり、パーティー自体すら異なります。そのため攻略動画封じとも言われています。しかし、ステージごとの難関ポイントははっきりしており、しかもかなり余裕な難易度で設定されています。つまり、今までのように操作を参考にするのではなく、もう一歩踏み込んで、ステージの難関ポイントはどこにあるのかを理解する必要があります。それができれば弱いパーティーでもクリア可能ですし、そもそもクリアできないと事前に判断もつきます。そこでルートを迂回するか、突入までに要因を揃えるか、いろいろと試みましょう。そのため、統合戦略の攻略動画では操作ではなく、ステージの難関ポイントを重点的に解説する予定です。裏ステージに関して、5階層ボスの攻略をもって通常エンディングに入ります。それ以後、特定のミニイベントを触発し、お宝を揃えることで異なるボスが解禁され、エンディング2に入れるようになります。エンディング2以後は、同じくミニイベントとお宝で隠しステージに入り、エンディング3が解放されます。異なるエンディングにたどり着くためのミニイベントでは、資材が要求されたり、デバフのお宝を押し付けられたりします。ミニイベントの発生は運要素が絡むし、攻略難易度も高くなるため、熱強くチャレンジしていきましょう。イベント開始2週間後、すべての分隊とお宝はアンロックされ、ショップやドロップでも入手可能となります。そのため、異なるエンディングにたどり着くことは比較的に容易になります。うまくいかない方は解禁を待ちましょう。以下は裏ステージへの行き方を紹介します。ネタバレなので、自己判断でご視聴ください。1、存在しない童話1で原石水5を支払い、焦点シートを手に入れる。2、存在しない童話2で耐久値1の消費を3回繰り返し、宝の地図を手に入れる。3、存在しない童話3のイベントを見る。エンディング2をクリアした以後、エンディング3が解禁されます。その手順は以下の通りです。1、死闘の末で重い鉄箱を手に入れる。2、災禍の兆しで手筒を手に入れる。3、階層5をクリアする。以上のように、統合戦略についていくつかのアドバイスをさせていただきました。非契約と同じく繰り返して遊べるコンテンツとなっており、連度が異なるドクターでもそれぞれの楽しみ方が存在するイベントです。最初は難しいかもしれませんが、ス
テージに関する知識が増えれば増えるほど遊び方が深まります。ぜひ自分のボックスでチャレンジし、最高のパーティーを作り上げましょう。そして、興味がある方は、ステージ、お宝などの説明文も読んでみましょう。ネタや伏線がいっぱい詰め込まれており、アークナイツの世界をより楽しめるようになりますよ。もしこの動画が良ければ、チャンネル登録やグッドボタンを押してもらえると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。